日と木曜日はですね、事業系のゴミ。めちゃめちゃクジラすごいですね。クジラです。勤務でいうと大体朝からこれ出られていくことが多いんですよ。大体夜中の12時から、朝の10時ぐらいまで。どれぐらい入る？最大積載量は2250回収して終わり。100件ぐらいでだいたい3トンぐらい行くんですけど、なんで1日2回捨てるようなイメージですね。ここの施設は何になるんですか？ここは会社の駐車場、トラックを置く駐車場になります。みんな帰ってきたら綺麗に車を洗って、で綺麗な状態でまた回収しに行く。外装を洗って中とかも洗うんですか？中も洗います。あ、綺麗に、そうなんですか。はい、みんな洗ってます。こちらはゴミ収集車の、専用洗車機になります。はい、結構なんか初めて見たんですけど珍しいんですか？うちがこれ業界初導入したって言われてるんですけど、ゴミ収集車の、人たちをすごい洗車が楽になったと。結構ゴミ収集車ちょっと匂いがきついイメージがあるんですけど、はい、掃除大変なんですか？大変は大変ですけど、まあでも匂いもすぐなくなるんで、清潔な感じでまた出発できるんで。色があると思うんですけど何か違うんですか？東京23区で青色指定で走って、他の区はじゃあ違うんですか？そうですね、あちらの緑が川崎で回る収集車になります。あちらのシルバーのものは？あちらが横浜で走ってる収集車になります。あちらのシルバーのトラックに乗って今日作業していきたいと思ってます。これ収集車ってマニュアル車なんですか？マニュアルになります。確認してください。どういう作業になるんですか？ここからゴミを、入れ込む作業になります。クラッチを踏んで、PTO っていうボタンを押すと後ろのホッパーっていう機械が動くようになるんで、それで巻き込めるんですよ。回転部分っていうのはここにあるんですか？そうです。で、ここのボタンを押すと巻いてくれる。そうですか。今日は何を回収してるんですか？今日は可燃ゴミを回収してます。
事業所で何キロぐらい集めるんですか？大体10キロないぐらいですかね。今日はこれもしかしてあれですか？うちの専用のゴミ袋になります。もう指定でこれを使ってくださいって。そうです。はい。これだけです。で、今積んだゴミがこちらのに表示されるんですよ。で、今7キロなってる。ここに、今積んだキロ数を入力します。次って押すと回収する場所が表示されるんです。お店はよく行かれるんですか？よく行ってますね。はい。なんか何が美味しくて行ってるんですか？僕はもう基本的につけ麺食べてるんですけど、もう本当に美味しいです。スープがすごく美味しくて、そのスープの中にチャーシューのブロックが入ってるんですけど、それと一緒にご飯と食べるの本当にうまいです。これを見て、過積載にならないように、過積載になる前に焼却工場に捨てに行く。これは結構画期的なんですか？入れてる会社さんもあるんですけど、うちだと全台入れてるんで、全台入れてる会社はあんまりないです。まあ101キロですね。今積んだのが。さっき10キロぐらいやったじゃないですか。はい、100キロぐらいになる時もあるんですか？ありますね。こういう時に重たいときついと思ったりします？まあでも小分けにされてるんで、まあそんなきついなっていうのはないです。完了ですか？完了です。到着ですか？到着です。ありがとうございます。はい。老人ホームはその量が多いんですか？結構人がいるんで出るゴミも多いですね。有効期限は2020。
結構多い方ですね。は今まで何キロぐらい入れてたんですか？い。今ので280キロです。はい。ゴミ収集するときは大変ですか？いや、まあでも分別もしっかりしてくれてるんで、回収はすごく楽です。今からどちらに行かれるんですか？今から金沢の焼却所に行きます。ゴミ箱を見たことないと思いますけども、昔使っていたゴミ箱生ゴミですね。汁ゴミですね。カゴにさ、この万能を使ってこうやってあそこからかき出して、これをリヤカーに乗せる。リヤカーから最後はね、車に乗せてね、当時はね、人海処理所っていうのがあったんですね。まあ、燃やしてたんです。5人が出勤してきて、そこで引き継ぎをやって、その16時から働いたものはですね、明日の9時まで2日分まとめて17時間、1年間ずっとつながっていく。フィルターの周りにですね、有害な物質、飛ぶ灰と書いて非灰、それがたくさんひっつきますから、それを取り除いてあげる。焼却炉から出る排ガスは、このバグフィルターの入り口ですね、ここからシュー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 吸われて、この黄色いフィルターを全部通ってから上に上がる。
電力監視板といいまして、今ほらタービンで発電した電気を電力会社に売ってるんですよね。だから特別高圧の板ですね。停電になった時とかね、この板が活躍します。これゴミアートなんだけど、三浦海岸で実際に拾った、全部読めばよくわかるんですけど、ないです、実際のゴミを。これ三浦海岸で落ちたゴミを集めて作ったアートらしいです。いや、めちゃめちゃクジラ、すごいですね。クジラです。800トンから1000トンぐらいじゃないですかね。今入っている事業系のゴミ、横浜市から、ゴミを集める許可をもらっている会社ですね。こちらの方は搬入物検査員が14番扉の前にある展開検査装置ですね。あそこに抜き打ち検査でね、ゴミを開けてもらって、違反するゴミがあれば、注意とか警告。例えばやたら缶瓶ペットがね、ちゃんと分別されていないだとか、医療用のですね、注射針が入っているだとかね。が6に対して事業系が4ぐらいですね。今6トンを2号炉に入れるところですね。6ヶ月間入れ続けるということになります。あれが切れちゃうということはね、焼却工場も閉鎖ということになっちゃいます。そんな関係でゴミクレーンが全部で3機あります。昼間はですね、ゴミの搬入がありますから、そのままにしておくと手前だけもっこりどんどん上がってきちゃうから、避けながら攪拌して昼間のうちに平らにしておくことで、夜中は自動運転が使えると。普段はね、すごい。これはちょっと痛いですね。入れたところね、上から見て、このレベルが下がってくると投入要求っつってまたこう入れると。これがレベル系なんですけどね。今1号炉入れたからレベル高い状態。これ6トンですね。6トン20分間隔で6ヶ月で1号炉入れます。見てください。見た目は分かんないけど、どんどん減ってるんだよ。1000トン入ってきても今日2つ焼却炉運転してる。そうですね。だから今日全部で1000トンぐらい入ってくる。週の地域は次が土曜日になりますから、水曜日と木曜日はですね、事業系のゴミだけしかない。そうです。昼間は人間です。で、さっきの管制室の5人のうち1人。どうですか、実際見てみて。ちゃんと見たことなかったんで、結構いろんな工程が見れてすごい今感心してます。タービン発電機です。先ほど広場に江南工場の蒸気タービンありましたけども、壁の奥の方ですね、カバーの角が丸くなっている方の中に蒸気タービンが入っています。で、2メートルぐらい間を空けて手前の角張った箱、
この中には発電機が入ってます。蒸気によって蒸気タービンの、回る回転力、力ですね、これを発電機に、伝えることで電気は作られる。ゴミ燃やすと体積40分の1になって、あとトラックここからは見えませんですけれども、正面の穴ぼこですね、あの下にトラックが待ってると南本国に出発していきます。普段は7台のハイクレーン操作室は右がちょっと下の辺り、よく見るとガラスの部屋が奥と手前と2箇所ありますけども、あそこがハイクレーン操作室でトラックがよく見える場所になっています。ハイピット、ハイの積み出し、それから南方向ピットに捨ててはいけませんっていう法律があって、どうするかっていうと、こっちの岩みたいな練り固め、水とセメントと重金属安定剤ですね、この3つを混ぜてこねて塊になったものがこのハイピットに落っこってきます。これのままトラック積んじゃうと周りにいる人たちがね吸い込んじゃいますから、そういうための塊に。投入部ケイスさん、この作業はいつもする作業なんですか？そうですね、仕事を一旦終わった後に最後洗車してきれいにしてます。今なんか後ろの方を洗ってたと思うんですけど、あれはどこを洗浄したんですか？あれはホッパーの中を洗浄してました。匂いもそうですし、やっぱきれいに清潔感を保つために洗ってますね、毎日。はい。
なんか実績がなんかディーラーさんから話が来たって聞いたんですけど、なんか高級ディーラー社さんから、うちのパッカーが綺麗すぎるっていうことで、うちも回収してくれっていうオファーはいただきました。これ終わりですよ、この作業は。これで終わりで、あと下の方にちっちゃいゴミがあるんで、それをまた機械が洗浄してくれるっていう作業に入ります。今日お疲れ様でした。お疲れ様です。これで一応勤務終了ですか？今日そうですね、これで終わりになります。じゃあ今日の一日の最後に感想をもらってもいいですか？金沢の工場行って、僕らは捨てて終わりだったんで、その後の工程が結構知れてよかったなって思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。